皆さんこんにちは。球場の歩き方です。私は今神戸空港に来ております。本日はこれから青森県の弘前市へ向けて旅立ちます。今回は青森県の弘前市にありますはるか夢球場へ向かいます。弘前といえばリンゴの生産が有名ですよね。現在ライオンズの外崎選手の実家が弘前のリンゴ農園だってことはプロ野球ファンの間でも有名だと思います。弘前市は県内では青森市、八戸市に次ぐ人口第3位の町です。青森県内でのプロ野球の一軍公式戦は以前は青森市にある県営球場で行われていましたが、現在ではこちらの弘前で行われています。今回青森へ行くのに何で行こうかといろいろ考えたんですが、神戸空港から富士ドリームエアラインズという航空会社が青森空港まで飛んでいるのを見つけまして、今回使ってみることにしました。富士ドリームエアラインズは静岡を拠点とする航空会社でして LCC ではないんですが、航空券が結構お得なんです。今回も早めに買いましたので片道なんと6500円でした。機内では飲み物とお菓子が出たんですが、さすが静岡の会社、あったかい緑茶も選べました。途中秋田の上空を飛行していたんですが、小町スタジアムが見えて一人で興奮していました。あの屋根は目立ちますよね。無事に青森空港に到着しました。さすがリンゴの町、お出迎えしてくれています。青森といえばねぶたですよね。ちなみに弘前で行われる方はねぷた祭りと言います。空港から弘前市内まではバスで55分だそうです。本数が少ないので気をつけましょう。さすが青森、一面リンゴ畑です。急にこの天気ですよ。雷も鳴ってます。大丈夫かな。空港から約1時間で弘前駅前に到着しました。いやすごい雨だなこれ。駅のコンコースには今日の試合の広告が出てますね。ポストの上にもリンゴが乗っています。球場へ行く前に今日泊まるホテルにチェックインします。今回泊まるのはホステル弘前というところでして、ドミトリーなんですがカプセルよりも広くて快適でした。駅から徒歩2分という便利なところにありまして、空港から着いて試合まで時間もないと思ったのでここを選びました。荷物を置いてきてこれから球場へ向かいます。戻ってきたら少し雨は小降りになってきましたね。これならなんとかできそうだな。一応天気予報ではこの後止む予報にはなってるんですけどね。いやーここまで来たらなんとかやってほしいんですけどね。球場までは弘前駅から江南鉄道という電車に乗っていきます。2駅目の運動公園前という駅が最寄り駅です。電車だけではなくて今日はバスも出ているそうなんで、共通の臨時乗車券が発売されていました。裏にはスコアも書けるようになっていますよ。なかなか気の利いた乗車券ですね。でさっきから改札の外側で待たされてるんですけども、これどうやら電車が入ってくるまではホームには入れないみたいですね。やっとホームに行けるみたいですね。まあバスで行ってもよかったんですけれども、今日はどうしてもこの電車に乗りたかったんですよ。これ実は元東急の7000系なんですよね。私沿線に住んでたんで子供の頃よく乗ってたんですよ。いやまさか弘前に来てもう一度乗れるなんて感無量です。車窓の風景も撮りたかったんですけれども、車内が超満員だったので撮れませんでした。この最寄り駅の運動公園前の駅はすぐ目の前が球場です。いやー2駅だけでしたけど乗れてよかったです。この音、これですよ。懐かしい。そういえば電車を待ってる間に忘れてましたけれども、すっかり雨止みましたね。なんとか試合できそうですね。ここが駅の入り口なのか。普段は1時間に1本、多くても2本のローカル線ですね。改札と呼べるような改札ではなかったですけども、駅を出てすぐ目の前が野球場です。地方球場の中でも駅を出てからこんなに近くに野球場があるところもなかなかないですよね。アクセスはとてもいいです。どうやらさっきの豪雨で開門が少し遅れるようです。それまで時間があるので球場の周りを回ってみようと思います。黒石つゆ焼きそばとか米沢牛とか東北のご当地グルメですね。こちらはちょうど三塁側のスタンドの裏手です。特設のグッズショップもあります。ここは通路の上に防球ネットが張り巡らされてますね。これならファールボールが飛んできても安心して歩けますね。バックネット裏スタンドまでやってきました。スタンドへの入り口はここのようです。
はるか夢球場へ到着いたしました。正式名称は弘前市運動公園野球場と言います。球場名は地元弘前出身でソフトボールの日本代表で監督も務められました斉藤遥さんの名前にちなんで応募で決まったそうです。会場は1979年なんですけれども、2017年に大規模なリニューアル工事がなされまして現在に至っています。楽天イーグルスが2005年に新規参入しましたが、それ以降東北6県で唯一1軍の公式戦を開催してなかったのが青森県だったんですけれども、この球場がリニューアルされたことで現在は開催できるようになりました。球場の周りにはものすごい数の売店が出ています。毎度楽天の地方開催試合はすごいですよね。一大お祭り騒ぎです。選手のバスが到着したようです。この時間なんでビジターのホークスの選手でしょうね。あれ、あんま乗ってないですね。さて続いては一塁側の方へ行ってみようと思います。一塁側スタンドの方にもこのように防球ネットが張られています。この辺りのスタンドの雰囲気なんかはリニューアル前の面影が残っていますね。いやー、これ最初何がいるのかと思ったらイーグルスのマスコットキャラクターのクラッチでした。レインコート着てるから全然わからなかったですよ。こうして球場の外側に売店を設けることで球場内の通路の混雑の緩和にもなりますし、試合前からこうして売店を巡って楽しむこともできます。このサイズの球場ならなおさらですね。そしてこちらはライトスタンドの入り口です。もう開門したみたいですね。ちなみにトイレ不足を解消するために公園のところどころにこうして簡易トイレが設置されています。この辺りの気の利かせ方はさすが楽天ですね。続いてライトスタンドの裏側まで来たんですけれども、見てくださいよ、なんと小川が流れてるんですよ。まさか野球場の裏にこんなに綺麗な景色があるとは思いもしませんでした。ここからでも特徴的な正面スタンドが見えます。後ほど中に入ってからもご紹介しますが、あれは弘前のシンボル岩木山をイメージして作られたそうです。このまま球場を一周しようと思いまして小川沿いにセンターバックスクリーン裏あたりまで来たんですが、この先はどうやら弘南鉄道の線路があるので一周できないですね。こりゃ戻るしかないな。仕方ないので先ほど来た方へ戻ることにしました。まあ買い物もしてるんでそろそろ入場しましょうかね。さっきまで小雨もパラついていたんですが、それも完全に止みましたね。いや、一時はどうなることかと思いましたけどね、無事に開催できそうです。無事に入場できました。これよりスタンドへ入っていこうと思います。やっぱりこの階段の通路の狭さとかですね、既存の球場をリニューアルしただけあって古い球場の作りの面影がところどころに残ってますね。狭い分不便ではあるんですけど、私はまたここが味があっていいなと感じます。こことかね、狭いですよね。でもスタンドはすごく綺麗ですね。上の方へ上がっていきましょう。スタンドが大きいのでまだ登ります。結構これ傾斜もきついので階段も急ですね。バックネット裏スタンドへやってきました。フィールドは内外野ともに人工芝です。両翼が 100m、 センターが 122m です。そしてこの球場の最大の魅力は何といっても一塁側スタンドの向こうに雄大な岩木山を望めることです。標高 1625m、 津軽地方のシンボルです。こんなに素晴らしい景色を野球場から眺められるなんて贅沢ですよね。私は風光明媚な野球場がとても好きなんですけれども、さっきスタンドに入ってからこの景色を見て思わず見とれてしまいましたよ。本当に景色が素晴らしい。バックネット裏のシートは背もたれ付きの固定シートで交互に色が少しずつ変えられています。カップホルダーは付いていません。バックネット裏スタンドは先ほどの岩木山をイメージして作られているそうで、三角形の特徴的な形をしています。一つ残念なのがバックネットを支える柱が2本視界を遮ってるんですよね。せっかくいい眺めなのにそこがちょっと残念ですね。続いて一塁側スタンドからです。フェンスが低いのでとてもプレーが見やすいですね。で、先ほどお伝えしたバックネットなんですけれども、ここからだと今度はその支えるワイヤーが視界を遮っていますね。三塁側の一番前のところにはフィールドシートのようなものもありますね。照明灯は津軽三味線のバチをイメージして作られたそうです。本当に弘前らしさを前面に出してますね。
お、かわいい。レフトスタンドの後方には先ほど乗ってきた江南鉄道の電車が走っています。こうして試合中でも行き交う様子が見られます。なんだか京都の西京極球場みたいですね。ただいま午後6時50分ぐらいです。ちょうど岩木山に日が沈んでいくところが見られます。いや、なんて綺麗な景色なんでしょう。試合そっちのけで思わず見とれてしまいますね。この球場のバックネット裏スタンドは結構高い位置にありますので、この景色を堪能したいのであればこの席はベストポジションですね。おすすめです。正面スタンドのコンコースですが、スタンドをリニューアルしたことで新たに生まれた空間があります。ここにも売店が何店舗か出ています。続いて今度は外野のレフトスタンドへやってきました。スタンドがあるというよりはコンコースからそのままなだらかに芝生エリアが続いているような作りですね。外野スタンドは全面芝生席です。スタンドの傾斜が結構緩やかですので、今はこれ立って撮影していますけれども、座るともしかしたら見にくいかもしれません。おー、ここはトレインビューですね。いいな。スタンドの一番後ろにはこうして結構広めの通路が確保されています。外野スタンドから見るとやはり岩木山を模したバックネット裏スタンドは特徴的ですね。圧迫感もないしスマートに景色に溶け込んでいますね。スタンド内にはこうして細い通路も確保されていますので、横の移動がしやすいようになっています。これね、結構重要なんですよ。スコアボードがスタンドの前の方にありますので、場所によってはこのように見えなくなるところもあります。普段野球がない日はこの外野スタンドはなんとジョギングコースとして開放されているそうです。それもあるんでしょうけれども、外野スタンドはスタンドというよりも公園の一部といった印象ですね。何か食べようと思って探してたらですね、ホタテを売っていました。これ3本で500円ですよ。安くないですか？注文してからその場で焼いてくれたんですけれども、めちゃくちゃ美味しいです。これはいいものを買いました。ごちそうさまです。ここには帰りの江南鉄道の案内が出ています。今日は確か通常よりも3便増やして運行するって書いてありましたね。いやー、いい感じで日が暮れてきました。さっきの雨が嘘みたいですね。先ほど照明灯の話をしましたけれども、この球場の照明灯全てがバチの形をしているわけではなくて、一塁側と三塁側の2つを通常の照明にプラスアルファで付け加えられているんですね。プロ野球のナイターを開催するには照明の照度、要は明るさが必要なんですけれども、こういった増設の仕方もあるんですね。試合も無事に終わりまして、これからまた弘前駅前に戻るんですが、ちょうど電車が行った時間なんですよね。バスにしようと思いますが混んでますかね。さっきの臨時乗車券、電車でもバスでも使えるから、こういう風に臨機応変に使えていいですね。このバスでいいのかな。さっきのは弘前バスターミナル行きだったみたいです。駅前行きはこちらのバスみたいですね。行き先が2つあるみたいなんで、間違えないように気をつけてくださいね。ということで弘前駅前に戻ってきました。はるか夢球場いかがだったでしょうか。既存の球場をあそこまでリニューアルしたので、今後ここを参考にする都市が出てくるかもしれませんね。さて、せっかく弘前に来たので名物をいただきましょう。弘前名物の貝焼き味噌です。いただきます。それではまた次の球場でお会いしましょう。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。